どうもそうです。はい、ということで、まず自己紹介をお願いします。はい、おい、どうも田中樹です。グループでは、ラップをパフォーマンスの際は主に担当してます。よろしくお願いします。どうも、ソンズのコーチューゴです。どうもストーンズジェシーです。いつも楽しくやらせていただいてまあみんなそうですよ。いいことだね。これですかね。どうもストーンズの京本大我です。どうもストーンズの松村北斗です。ストーンズ2025年リーダー森本慎太郎です。よろしくお願いします。皆様にとって音楽の原点は何になりますか？グループはどのように結成されたのでしょうかという質問ですけども、まあジェシーの音楽の原点と僕の音楽の原点、父親の影響だったり、まあ、マイケル・ジャクソンとか、まあ、それこそジュニア大好きなエミネムとか、そういうのを聞いたりして、洋楽を知っていく。ちっちゃい頃から。コーチは何になるの？逆に俺はね、そこまで音楽に触れることはあんまなかったんだけど、ちっちゃい頃からサッカーとかやってて、やっぱサッカーとか見てると応援歌とかテーマソングとかっていうのがついてくるじゃない。はい、そういう時ってやっぱりなんかエールをもらったりとか、そういうのってなんか音楽的にもすごいパワーもらえるなって思って、そういう歌はだから好きだね。なんかこう誰かを応援するような。そうだから誰かのなんか糧になれるような音楽をやっていけたらいいのかなっていうのはすごいこのグループでも思ってますね。大きいかもしれないですね。あとまあこのグループがどのように結成されたのでしょうかみたいなお話だけど、これはだからまあ自身に話してもらった方がいいのか。これはそうですね、まあ、当時もちろんバラバラだったんですけど、僕たちがいきなり集められて、まあ、この6人でドラマ決まりましたよっていう、そこからドラマを出させていただいて、まあ、そのドラマが映画化になり、まあその当時ヒットしたっていうふうに言われてまして、でメインで横浜アリーナでライブやらせていただいたりして、よっしゃデビューだと思ったらデビューできず、なんかバラバラに一回なったんですよ。で僕がまたいろいろなジュニアのことを組むようになったんですけど、やっぱりこいつらだなっていう気持ちがあまりにも強くて、でたまたま集められたこの取材の現場で、あれこの6人また集められたなっていうことでなんか感じたんですよね。まだこう6人を求めてくれてる人がいるんだろうなということで、こうメンバーそれぞれにもう一回この6人でやらないかっていう気持ちがあったんだけど、その時なかなか言えず、コーチにちょっとメンバーにもう一回このくくりでやらないやってみないっていうのをちょっと聞いてもらっていいっていうシャイだったの、ね、そうことをコーチに頼んで、でね、一回僕が他の4人に連絡してご飯を食べて、最後もう本当に年齢も年齢だったんで、芸能界最後をかける思いでこの6人でやってみないっていうことを伝えたら、したらみんなじゃあ最後の賭けとしてやってみようっていうので頑張って活動してきたら、ストーンズっていう名前がもらえたっていう感じで、結成10周年ですよ。そうですね。自分たちでやっていきたいっていう気持ちがこう結成に至ったみたいな、強い思いがその実ったみたいな経緯ではあるよね。皆様にとってアニメの原点は何になりますか？アニメに興味を持ったきっかけはありますかってことだけども、アニメとかそういうの好きだったら今日もね。そうですね。まあアニメ全般でいいんですよね。だから僕はもう本当に祖父母とかいとこが大阪に住んでるんで、その大阪に向かう新幹線の中で幼稚園の頃とかまだ退屈で何していいか分かんなかったから、母親が本屋さんで、駅の本屋さんでその名探偵コナンを1巻から数巻買ってくれて、でそれで初めて多分漫画を読んで、でめちゃくちゃ面白いってなって、でそれからアニメにもハマってみたいな。でちょうど劇場版とか毎年やってたりするんで、そういうのもなんか行くのが思い出になってったりとかして、アニメって楽しいなみたいな。きっかけ原点でそれなの。そっからいろんなアニメ見始めましたね。北斗はアニメとかは？まあハマったものもあるし、あと自分で声やったっていうのはかなり自分のアニメの歴史でいうと「すずめの戸締まり」そうだね。がすごい印象的っていうか大きいかな。そうか、今まで見てたものに自分が出演というか声だけどっていうのもまあ一つの北斗のこの芸能活動の中での分岐点というかねにもなってるから、結構
関連性で言うと大きい強いものかな。過去には富豪刑事などいくつかアニメのオープニングを担当されているかと思います。自分たちの楽曲がアニメ番組に使用されるのはどんな気持ちですかということですけども、まあ純粋でも嬉しいよね。やっぱね、それこそ僕たちはちっちゃい頃アニメや漫画を見てああいうヒーローになりたいとか、そうよ。ああいう登場人物になりたいと思って真似してたりしたじゃない。でそこに必ずその時の楽曲、表題曲、テーマソングみたいなものって必ず一緒にあったじゃない、見てたアニメに。だからそれを僕たちが担えるっていう嬉しさと、逆に言うとそのアニメをすごく大好きで、例えば漫画、アニメになる前の漫画の原作から好きな人たちにとってのこのなんて言うんだろう、邪魔にならないようにしなきゃいけないとか、そういうプレッシャーもあるんですけど、やっぱこうシンプルに僕たちの持つ音楽の力みたいなものをこう信じてオファーしてくださってるっていうだけでやっぱ嬉しくもあるし、音楽活動してる上ではなんかそれが一番声をかけてくださるだけでも一番嬉しい出来事なんじゃないかなと思いますね。続いてウィンドブレーカーはかなりエネルギッシュな作品です。皆様は普段自分のテンションを上げるときや気分を上げるときどんな音楽を聴いていますかということですね。慎太郎どういうの聴く？なんか最近はシチュエーションとかなんかその場の空気感に合わせて曲を流すようになってきていて、ちょっと前までは基本1曲リピートの人だったんですけど、気に入った曲を、それが例えば海に行ったらなんかじゃあサーフっぽい曲を流してみたりとか、ちょっとテンション上げるんだったらトロピカルに振ってみたりだとか、なんか家でちょっとまったりしたいんだったらちょっとこうジャズチックな曲にしてみたりっていう、本当こう雰囲気、照明をちょっと暗くしてとか、なんかその時々で変えるようにはなってきたかな。だからその気持ち次第で楽曲を選ぶようにだからなってる。今この1曲が好きですっていうよりもその時の気分で好きな曲、聴きたい曲も変わるし、そうだね。でその時の気分をさらにこう増幅させるような音楽をチョイスするようにしてるってことか。だから本当すごい眠くなってきて超寝たいって時はもうオルゴールだしね。オルゴールこうやってやって流してんの？一応こうでちょっ自分とでやってんだ。テンション上がってきたなと思ったらこう早く回っていやいやいや。それで上がんないから。あと今調べればオルゴール流れてくる。そうか。こうやってやってんだ。まあいいけどね、あれはあれでいいけどね。すごい。ジェシーもさ普段音楽聴くこと多いでしょ。はい寝ちゃってる。それはどういうのでチョイスするの？どういうまあ気分を上げたい時とかさ。まあ慎太郎が言ったようにシチュエーションでこうもう決めてる楽曲とかあるね。新幹線でライブ会場とか僕たち移動するじゃないですか、そういう時はちょっと泣きたい気分になるんですよ。なぜかわかんないですけど、景色がこれからライブ向かってるのに泣きたい気分になんかそうで外見て涙出てきた時に隣にコーチいたんですけど、こうやってずっと涙見られないようにしたり、景色いいなっていう感じでめっちゃ涙流すみたいな。俺はあくびかと思ったし。あれ逆にジェシーはさこうアドレナリンを出したい時、いざという時やるぞみたいな時っていうのはどういう楽曲聴くの？まあでも楽屋で流したりしてる洋楽で、みんながなんとなく知ってるような楽曲だったらみんなも口ずさんだりできるから、人によってこうこれは名曲流したら、まあもちろん全部名曲なんですけど、知ってるちょっと流れてるような楽曲をあえて流してみんなの気持ちも上げさせるように、まあちょっと DJ みたいな。結構ルーズやセルフ流してくれるよね。流すね。てん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 でさこうなんかすげえゾクゾクゾクってすんだよね。闘志がね。今日もレコード聴くときいつ聴くの？レコードはもう本当に朝起きていきなりかける時もあるんですけど、もうそういう時はもういわゆるファンクとか、まあ聴きやすい朝に馴染むもので、まあ、夜だったらもうちょっとジャジーな感じに振ったりとか。じゃあアゲアゲみたいなのはあんま聞かない？アゲアゲはレコードはねあんまり買ってないかも。そういう意味では結構おとなしめなもの、アコースティックなものですね。はい、じゃあ続いてジュリさんはウィンドブレーカーの大ファンだと聞きました。本当ですか？めっちゃ疑われてんの？もしご自身が暴風林の中にいるとしたらどのキャラクターに最も近いもしくは似ていると思いますか？うわーむずいね。まあ僕原作、漫画の方で何巻だろう、まだ多分3巻ぐらいしか出てない時に、よく友達と漫画の情報交換をするんですよ。この漫画知ってる、あの漫画知ってるみたいな。それの時にそのちょっと前に別のちょっとヤンキーというか不良者の、それこそリベンジャーズを読んでて、その話をしたらウィンドブレーカー
っていうの知ってると。いや申し訳ない知らないわって言ったら、今結構じわじわ来てて話題になり始めてんだけど読んだ方がいいよって言われて読んだのが23年の年末とかそんぐらいだったかな、ちょっと忘れたけど結構前に読んでて実は。でそこから本当に好きで、このお話をね確かウィンドブレーカーのできるって聞いたのがさ、実はこれ結構前じゃない、俺1年ぐらい前だったよね。バイブスのツアーの東京ドーム公演の時に聞いて、その時に俺めちゃくちゃテンション上がってたの覚えてる？ウィンドブレーカー。そうただねこれめっちゃむずいね、暴風林の中でって。誰になりたいか、誰に似てるかでしょ。似てるか逆にこいつはあれっぽいなってピンとくるメンバーがいたりする、ね。う自分ってわ難しかったりするからね。それで言うと、俺はそのなんかね多分人気キャラクターなんだけど、そのウィンドブレーカーの中でも、スオーっていうキャラクターがいいんだよ。見た目で言うとこう眼帯してたり、ちょっとこう長めのピアスしてたり、で髪もこうちょっとねこうなんて言うんだろう、主人公とかこう2色に分かれてたりするんだけど、その中でこうなんて言うんだろう、分かれててこう中性的なというかちょっとミステリアスな、熱くバーって戦ったり何か目標を成し遂げるというよりはすごく冷静なタイプのクールな男みたいな印象のキャラクターがいいの、スオーっていう。それは俺はもう北斗が完全にハマってる。なんかまあそのパブリックイメージというかさで言うとこう普段は北斗こう割と熱い男なんだけど、パブリックイメージで言うとちょっとこうミステリアスでクールなイメージがやっぱあったりするし、あとなんかわかんないけど多分違うんだけど、俺なんかこんな話してたら見た目もスオーに見えてきて、似てる？なんかもし実写版があったら彼がオファー来るかもしれないってことね。もう来ますね。じゃあ俺にオファーがなかったら見る目がないってことね。ちょっとそういうプレッシャーすごいな。俺なんかやってみますか。なんかもう実演早い早い早いな、オーディション映像みたいになる。とか。関係ねえな。関係ないから。はい、続いて、イミテーションレインのような楽曲からバリアのような新しい作品までさまざまなジャンルの音楽を探求されているのを見てきました。最も好きなジャンルはありますか？音楽のジャンル、まあ俺らってそもそも多分そもそも結構好みがみんな違うじゃない。まあだからその中でまあ最近ちょっとソロの活動とかもいろいろ頑張って虚無で言うとどういうジャンルになるのかな。まあでもやっぱりイミテーションレインこう YOSHIKI さんからいただいた曲でロックで始まって、そこからいろんなねこうミクスチャー的なこともやってきたりとかいろいろやってきた中で、最近の一番新しいこのウィンドブレーカーのボーイズはやっぱりザ・ロックじゃないですか。そういう意味ではなんかまたこうストレートに戻ってきた感じがちょっとあって、だけどこう今の結成10周年とデビュー来年で6周年ですかっていう僕らが出す今のロックっていうのも絶対あると思うんで、なんかそういう意味ではやっぱロックとの親和性はライブだと EDM も多かったりしますけど、まあこうパブリックイメージ的にもやっぱり分かりやすくやっぱ SixTONES カラーなのかなと思いますけどね。今日も自体ロックを聴くことも多かったりするやっのかな。ぱ俺も好きなんで、やっぱ SixTONES でもちょっとロックっぽいセクションとか作ったりするじゃんライブとかで、そういうとこはやっぱ分かりやすくね、みんなでヘドバンしたりするのもすごい楽しいし、楽しい時間ですよね、熱くなれるから。なるほどね。ボーイズのレコーディングで印象に残っているエピソードはありますかということですけども、何か慎太郎あったりします？多分めちゃくちゃ歌いやすくて、気持ちよく歌い上げられる曲だったから、そうね、なんかずっと楽しいっていう思い出だな。なんか歌っててもさ、こうなんて言うんだろう、こうすごくテクニカルな面を詰め込むというよりも思いの丈を叫ぶみたいな、そうね、なんかやっぱこう原作もそっち系のお話じゃない、熱くて疾走感ある感じね。だからこうなんかキザにカッコつけるとかそういうことはせずに、もう魂のままぶつけるじゃないけど、歌い上げていくのが、なんかすっごい気持ちよかった印象。どんだけこうエネルギッシュな歌い方をできるかみたいなことが重要な楽曲なのでね。ミュージックビデオの撮影で思い出に残っていることはありますかということですけども、なんかありますか？めっちゃ寒かった。あとね、そうね、屋上とかで撮ったんですけど、東京の大寒波の日だったんだよね、ちょうど。あれ MV 見る分にはすごい爽やかなんだよね。爽やかで夕日であったかそうだなとか思うんだけど、めちゃめちゃ寒かったのと、
あとなんかあれだよね、俺らにしては珍しいちょっとストーリーチックな感じっていうか、一人一人人混みをかき分けて最後みんなの元に集まってくるみたいな、心情が見えるそうよね。そうそう、ちょっとした演技みたいなところもやっぱ6人みんな演技の仕事やってるから違う表現の仕方なんだなっていうのとかすごい見てて思ったし、あとなんだろうな、踊ってるシーンのところの照明のかっこよさ、結構曲のタイミングでライティング変えてくれたりとかっていうのはすごいこの楽曲とも合ってたし、SixTONESをかっこよく撮ってくれたなっていうのはすごい印象的だったかな。いろんなシチュエーション撮ったもん。うん、シチュエーション多かったね。いつかライブをしてみたい都市や国はありますかということでございますけれども、じゃあ最後ジェシー。まずアジアの方からですかね、近いところから回ってでいずれは僕たちがおじいちゃんとかというか5、60代になって豪華客船でライブああいいね、で船ね。どこ船でか都市を決めるっていうよりそう船で世界一周しいいじゃんながらひたすら船の上でライブすると。世界ツアーできるじゃんそれで。それで今スペインら辺の海なのでスペインでツアーそうですそうそうそういうのやりたいよね。夢はでっかく。まあちょっと大人になってもね、いろんなそうライブは表現の仕方があるし、まあでも可能なら行けるとこは全部行きたいよね。行きたいよねそれだけ行きたいわね。やっぱ一人でも聴きたいと僕たちの音楽を生で聴きたい、体感したいっていう人がいてくれるなら行きたいし、そう思ってもらえるようにもやっぱり行きたいし、可能ならば全て。そう全部。はい。そしてここから、はい。高校生の頃の卒業アルバムとかによくある最も成功しそうな人とか一番面白そうな人とか、そういう、各メンバーの皆様の特徴やキャラクターに基づいてテーマに一番合いそうな人に投票をして一番を決めていくというちょっとコーナーを行っていきたいと思います。ということでこちらはアメリカの高校の卒業アルバムではおなじみの内容と、こういうなんかどんなキャラクターだったみたいなことはおなじみだということで、ウィンドブレーカーの舞台が高校ということにちなんで SixTONES も高校生に戻ってみるという要素をフックとしてさまざまなテーマの一番と思うメンバーに投票していただきたいと思います。で今から僕が質問いくつかしますので、そのテーマに最も当てはまるメンバーのフェイスパドル、こちらを上げていただいて投票していただくという形で行っていきたいと思います。それではいきたいと思います。じゃあまず1問目、ベストドレッサー。つまりどういうこと？おしゃれなんですね。なるほど。ベストドレッサー。うわベストドレッサーおしゃれうわなのは誰だ。なんだろう、いろんなパターンあるじゃん、やっぱり好みとかも。うわ迷う、二択だな。はいわかりました。はい。いきます。せーの。あ、ちょっと待って。いやーこれこいつかな。誰？はい。慎太郎は誰だ。慎太郎。ジェスジェス。ジェシー、北斗、ジェシー、慎太郎。おお、ジェシーが一番多いか。じゃあちょっと一回ジェシー上げた北斗の理由聞いてみるか。一番楽しんでるっていうかいろいろなるほどね。なんかそこかな。なんか俺も服好きだけど一番違う端にいるっていうか、だからなんか俺の感覚からいくと一番ジェシーがなんていうの遠いところにいる感じがする。なるほどね。今日もはどういうか。俺もやっぱジェシーのそのスタイルも含めてやっぱ何でも似合うし、やっぱかっこいいじゃないですか。なんか本当に空港とかでも似合う。かっけえみたいな。でやっぱドレッサーって聞いちゃうと横文字がね。フレーズ的にすげえジェシーがぴったりだな。なるほどね。そんなジェシーが北斗。なんか北斗はこの違う角度から洋服を楽しんでる。古着も好きだし、ローファーとかも私服で取り入れたりで、サンダルなんだけど靴下履いて履くとか、なんかそういうところの楽しみ方がすごくいいなと思って、全部端から端で楽しんでるね。俺はね、慎太郎、俺北斗と慎太郎の悩んだんだけど、北斗はもう服好きってことを公言してるし、北斗もおしゃれだなと思うんだけど、俺の好みで言うと慎太郎もさ、結構こう自分が楽そうな格好の中でこだわるじゃない。ちょっとこうスウェットっぽい感じのだけどちょっとこうブランドものだったり、ちょっといいもの着たりとか、好きなアーティストが着てる服をそのままこう買って着たりとか、なんか楽そうな中でもこだわってんなみたいな意味で
なんか真似するなら、自分が真似するなら慎太郎かなと思って俺はちゃんと似合うもの着てるよね。そうそうそう、めっちゃそれがすごくいいなと思って慎太郎選びましたおいね。最高の笑顔。笑顔というこれかこれね意外に言われると思うよ。むずいよでもまあやっぱもうちょっとはい、せーの、はい、まさかのめちゃくちゃ割れたっていう。ジュリ誰？俺ジェシおいジェシー。ー。で、俺もジェシーだね。だからジェシーあげたのが俺と北斗なんでジェシー。いや一番いや笑顔って聞いてパッと顔出てくるのがジェシーと慎太郎なの正直。わかるよ。でどっちの方が多いかなって思うとジェシーの方が多いかな。なんか思いっきり笑うよねジェシーって。慎太郎って爆笑はあるけど、笑顔だとジェシーかな。ああなるほどなんかね。俺らのこと見てふーんって笑ってるみたいな。いや面白いからね君たちは。ありがとうございます。その顔見ると結構幸せになる。俺もそんな感じでジェシーなの。でジェシーはコーチ。コーチはもうね日々笑顔って言ってますし、はいそうです。でまあ昔から笑うとこのシワがね目尻の。これがいいんですよ。くしゃっと笑った感じが。やっぱ旅行2人で行く時もこれを見せてくれる。笑いじわああコーチは運転席そう自分。いややっぱ日々笑顔っていう僕座右の銘みたいなところがあるんですよ、はいなんか日々笑顔でいたいなっていうそう痛いんだ。そうそう気持ち的にもね、それ日々笑顔でいれば楽しくなるっていう思いもあるし、そういうものを座右の銘としてることとしてあげたい。ことして俯瞰だなめち別のゃくちゃ。俯瞰で見てる。そうそう第そうそう三人格出てきちゃった。第三として寝てる時も笑ってるもんね。笑ってる怖いだろ。で今日もが慎太郎。やっぱ俺まあ彼が小学3年生の時から知ってますけど笑顔が変わらないっすよね。ずっと無邪気な。もう何歳ですか今？いやもうね28。8。でもやっぱちょっといいちょっと急にカッコつけ始めてますけど。 27か。 27か今年8です。やっぱこの笑顔、慎太郎が笑顔だと周りがパーって明るくなる感じは、やっぱ楽屋でも助かってますしね。慎太郎自分。もう自分俺のねダイビングしてる時とか知らないでしょ俺の顔。知らないです。めっちゃ笑顔だよも笑顔になれんだあれ。うずっと笑ってるからダイビングしてる時一生懸命酸素吸えるよね。もうなんかねやっぱ自分はもう太陽みたいに輝いてる。あんま自分であんま言わないですほしいけどねあそうか。続いて最も友好的フレンドリーですね。ああもうそれは最も決まってるじゃん。友好的。でもこれも意外にな。せーの。これはこれはジェシーだね。ジェシーだね。みんなジェシーのジェシー別に自分だと思ったら自分あげていいんだよ。そうだよ。いやあえて自分やめようと思って。あえて今日はあえてってことは違う。あえてってことは自分だとは思ってる。自分も当てはまるやつもあるなっていうのは。今日のテーマがジェシー。なんでジェシーは慎太郎。なんでこんなの。で慎太郎意外となんか「おいおい」っていう感じあまあまあがなんか年々増えてるイメージ。でこうご飯屋さんとか飲み行ってもこう初めての人にも「あそうっすよ」とかどんどん質問していく感じとか見てるからどんどんフレンドリーさが増してるかな。ただ他の5人から言わせてもらえればいやいやお前もっと言ってるよって話だよ。いやそれどうかな。じゃあ続いて運動神経抜群。あでもうらわマジこれ二択だな。せーのはい。ああ慎太郎だな。コーチもあるか確かに。コーチだな。そこ忘れてたな。慎太郎慎太郎4が人。 4人か。まあなんか慎太郎ってやったことないものもできるよね。いやわかる。感覚派だよね。そう、そういう意味でなんかそれこそ練習しないでできるとか、まあ、あとなんかダンスの動きとかもなんか思う。あそれはもうグルーヴがねダイナミックだよね。そうとか思うから俺慎太郎かな。アクロバットもできるじゃん、バク転したりとかね。なんか俺もね野生的な感の働きがいいっていうか。やっぱ他の人が努力してやることなんかノリで成し遂げたりするもんね。それはすごい感じるから慎太郎だな。慎太郎はコーチ。コーチ。いやコーチはもう本当何でもできるね。まあ器用だよね。打てるし投げれるし走れるしそれ野球に特化してない。泳げるしあとそれで言うとこいつ野球はそんなそんなやったことない。蹴れるし潜れるし。あとあれはこのブロックのやつ。あシガーボックスね。シガーボッ運クスできる動神経とは別じゃないそれは。いやでもすごいです。でもやっぱ感覚とかはすごい優れてるね。まあコーチは確かにいろんなスポーツこうそれこそまんべんなくね。ねゴルフやったりもそうだけどうんいろんな人とこう友好的にいろんなことにやって今でもフットサルやったりする。そうやってサッカーやったやってるりするから。家庭菜園を始める。始めそうってことだね。やりそうな人。るほどね家庭サイエンス。いやサイエンス二択だね。
まあでもこれでしょオッケーオッケいやでもーいいよはい、あれないきます。せーの、おい。やっあまあそうかなそっちもあったかあーコーチ慎太郎の二択だね。まあなんかコーチ実際今ちょっとサボテンとか。そうサボテンとか、なんかもうちょっとしたら夏野菜を植えようかなとかいいじゃんちょっと思ったりとかはしてるけどそういうの好きでしょ。慎太郎の方が勝る気がする。なんか規模がでかそうじゃん。なんかちょっと畑借りてやってますぐらいの。まあいろんなことにそうそうそうん。似合いそうだし。う。この前米農家さんと喋ってて田んぼ1枚貸してくれってってことは米やる可能性ある米をやろうかなと思っていや楽しみだね。家庭菜園じゃなくなる可能性あるからね。レベルじゃなくなるよね。続いて一番いたずら好きなのは。うわいきます。せーの、おい。俺出てきた。ついにジェシーが自分がはい。割れたか割れたね。 222だー。あ2本当ジュリ俺。ジュリだろ慎太郎いやちょっかいばっかだよねそうあ取材の現場だそうね。撮影現場とかもねさっきも撮影したけどこちょこちょしてたりとかさずっとちょけてるもんねちょけてるなんかだって絶対ジュリだいたずらなのかなあれ。スキンシップ。いや言い方だよまあでも割れるの納得できる3人だよね俺逆にジェシーはなんかこうさ、まあ、フレンドリーなことと混じってるんだけど、こう誰かスタッフさん初めましてぐらいのスタッフさんにさちょっとこう自分の違う名前を言ってさ、ああそうねこうふざけたりとかさ、笑かそうとするっていう意味でちょっとしたいたずら多いなと思ったかな。確かにあるわあと今日もマジ死んだろ。俺も慎太郎だけどさっきのエピソード聞いたらやられてる側だったなってめっちゃ思ったそうだよなんか一緒にわちゃわちゃしてるからいたずらしてそうなんだけどやめろとか言ってるいつもやめろ側だったなって受け身なんだよエレベーターでもさっきそうだもんね。思い出したでも慎太郎もやってるよ今やってる俺もやってる一番優等生なのは。優等生。どこの面を切り取るかですねいやでも勉学なのかまあそれぞれの感性でアイドルとしてなのか、ね、アイドルとしてなのか運いろいろある動能力としてなのかあオッケーオッケー俺決まったせーのドン。おー北斗が一番多い。ジェシー北斗。北斗です。なんかもうそういうまあ多分ドラマとかそういうのもあるんだろうけど勝手なイメージからなんか頭がいいしこう落ち着いてる、俺とは真逆なイメージ。あと頭がいいからね。それでいうと俺は高校時代北斗と実際同じ高校でしたから京本も慎太郎もだけど一緒だったからだって学年で1位だったでしょ学年で1ね実際テストの成績とかがそういう意味で俺は優等生だなと思ったかな北斗もまあ自分だとなんかなんていうのちょっと気弱なところあるじゃんあがもうどっかに収まろうと思ったら優等生でいるしかない時もあるしっていう感じかなで慎太郎が誰だ今日も今日も今日もやっぱ俺優等生優等生ですよまあ音楽もできるし意外と勉強もできるし、あそうね頭良かったよねそう今日も真面目でストイックなところがやっぱこう優等生なところにはつながっていくかなって思う、で逆に唯一今日も俺はなんかやっぱストーンズの中でやっぱ実はすげえいろいろ頭使って考えてやってくれてるし、器用だし、なんか実はこのキャラクターもっと入れて気持ちよくなんないであちょっと押してるからやばいかももうちょっとこのキャラクターなのにっていうそのギャップを考えたらめちゃくちゃギャップ系で実は優等生じゃないかって思う、はいということでしたはい一番気持ちよくなったね。ありがとうございます最後にいい自然で最後でしたよかったよかったね。クランチロールをご覧の皆さん以上ストーンズでしたありがとうございました。この先あなたがいる街にも、僕たち6人でパフォーマンスをしに行けたらと思ってますのでぜひお待ちください Thank you for watching our interview. We want to go to your country and live, so please wait there. See you soon.